通販やフリマで買ったものの初期不良を家の中で確認したいことがあると思います。取り付けが面倒だったりすぐにできないこともありますからね。その中で私がいつも使っているのはこちらになります。これはデスクトップパソコンに使用する電源で ATX 電源です。自作 PC を自分で組んだ方であれば馴染みはあると思います。この電源は家庭の AC100V を入力して DC の 3.3V や 5V、それと 12V を出力しています。この 12V のみを取り出します。一見ごつくて高価に見えますが、某大手リサイクルショップのジャンクコーナーで300円で買いました。だいたいジャンクコーナーに300円か500円で売られている印象です。この別の1台は大昔に使っていたパソコンから外した電源ですので、捨てる予定のパソコンがあれば実質0円で作ることもできます。車用のウェッジキューで点灯確認すると早速点灯しません。新品のはずなんですけどね。いきなり不良品の発見です。このウェッジキューは有名なメーカーのものですが、ここでは名前を伏せます。1回目で点灯しないので電源が壊れたかと思い焦りました。では買ってきた電源の加工をします。 ATX 電源は基本的にどれを買ってきても出力電圧に違いはありません。ピンアサインなど規格が決まってます。違いは最大消費電流ぐらいです。電源入れてもファンが回らず動きませんが、これは仕様です。余談ですが若干スイッチが渋いですね。ジャンクコーナーから引っ張り出してきたものなので文句は言えないです。黄色の線が 12V ですが、ご覧の通りこのままでは 12V は出てこないです。PC の電源は主電源とは別に電源スイッチがあるので、ここをショートさせる必要があります。緑系の色のリード線が来ている部分になります。コネクタのピン配だと14番か16番が該当します。これは20ピンのものか24ピンのものかで変わってきます。ショートさせると黄色の線には 12V が来ました。電源の動作確認ができれば配線の加工をしていきます。ピン抜きとかでコンタクトの爪を押さえて引けばきれいに抜けますが、二度とパソコンで使うことはないので、不要な配線は全てカットしてすっきりさせます。
プラスの線とマイナスの線はあえて長さを変えてます。これには理由があって後ほど伝えます。ショートさせる線は適当に結線したら収縮チューブをかぶせておきます。絶縁が目的なのでビニールテープでも大丈夫です。本当は別の方法できれいに整えるつもりでしたが、できるだけ誰でもできるように荒っぽく実施しました。12V のリード線をオフセットさせた理由はショートを防止するためです。長さを合わせないことで接触防止のつもりですが、新線むき出しだと接触するときは接触しますけどね。最悪ショートしても電源内部に保護回路があるので数分後には再起動可能です。これで終わりです。DC12V を出力するだけならいろいろな方法がありますが、コスト計算すると PC 用の ATX 電源が一番良かったでした。少々大きいのがネックなのと、オーディオのアンプみたいに消費電力が大きいものは動作させられないことぐらいです。オーディオのヘッドユニットやカーナビぐらいは全然問題ありません。加工には特殊な工具も必要ありませんので、ぜひ一家に1台ご用意ください。